おはようございます。槍ヶ岳を夢見ての純也です。今日はですね、7月17日ですね、日曜日。現在の時刻は9時23分です。今ですね、青木高専だったかな、という山荘兼温泉宿ですかね、そこを出発したところです。はい、その青木高専という名前を聞いてパッと分かる方もいらっしゃるかもしれませんけど、今日はですね、南八ヶ岳の鳳凰三山、略して鳳凰山というみたいですけれども、そちらの方に登っていきたいと思います。で、ご覧の通り傘さしてます。今年の夏はですね、梅雨が明けたにもかかわらず、なんか梅雨が明けた以降の方がなんか梅雨っぽい空模様になっていて、なんか非常に週末山登りになかなか行くタイミングがなかったんですけれども、この土日というか、日月ですね、もう1週間くらい前までは雨予報だったと思うんですけれども、一昨日ぐらいからですね、なんか天候が、回復する傾向にあって、昨日夕方の、山の天気を見てもですね、登山指数が、今日明日と A になっていたので、ちょっと半分賭けっていう感じでしたけれども、思い切って、はい、南八ヶ岳の方まで、すいません、南アルプスの方まで、やってきたという感じです。今日はですね、鳳凰山荘、鳳凰小屋だったかなという、小屋に隣接しているテント場でテント泊する予定なんですけれども、テント場に着く頃にはちょっと晴れないまでも雨は上がってほしいかなというふうに思ってます。で、この、チャンネルのタイトルにもあります槍ヶ岳を夢人という通り、今自分登山始めて2年ちょっとですけれども、当面の目標を槍ヶ岳の登頂としています。そしていよいよ今年の夏ですね、槍ヶ岳の方にアタックしようというふうに計画しています。で、登山がですね、1ヶ月ぐらい前に登った八ヶ岳の天狗岳、あれからちょっと山登りできていなかったので、ちょっとその槍ヶ岳登頂前にですね、前哨戦ということではないんですけれども、ちょっと体作り、体慣らしのために、今日登っているという目的もあります。はい、ということでですね、もう時間もだいぶ、遅いので、撮影はほどほどにしてテキパキと、とはいえマイペースで登っていきたいと思います。今日履いてる靴はアルトラのローンピークオールウェザーってやつですね。少し前の旧型です。本当は今日同じローンピークのトレランシューズローカって登ろうと思ってたんですけど、ちょっと天気が悪いので急遽、若干ムシムシしますけれども、この防水タイプの方の靴にしました。今のところこっちを選んで正解かなとは思いますけど、
ガスってる上に雨が降ってて、本当にうっそうとした感じです。それにしてもここまで雨に降られる山歩きは初めての経験です。たまにポツポツっと降られたことは今まであったんですけど、こんな傘を差して、歩くことは初体験ですね。登山を開始して35分ぐらいですけど、徐々に登りがきつくなってきました。相変わらず雨も降っていて、この結構傘差しながら歩くって、これはこれで地味に腕が疲れてくるっていう感じなので、ちょっとこのねカメラも、防滴とはいえちょっと不安なので、一旦カメラしまって、カッパを着てですね、黙々と登っていきたいと思います。途中で天気が回復してきたらまた撮影を開始したいと思います。ちなみに今はこんな感じのところ登ってます。もう雨でぬかるんではそんなにないんですけど、岩とか木の根がツルツルで危ないです。慎重に行きたいと思います。はい、分岐に来ましたね。右に行くと地蔵岳、左に行くとなんていうんだ、南昌神ヶ滝か。なるほどね。滝を経由して地蔵岳、どっちかな、こっちかな。一応滝を経由していきたいと思います。いや今日は GoPro 必要ないと思って置いてきちゃったんですけど、やっぱ使わないかもしれないけど GoPro は持ってきといた方がよかったな。失敗。こんな感じでところどころロープがかかってる場所があって、晴れてればなんてことないんですけど、雨降ってるとすごく滑って危ないですね。慎重に行きたいと思います。はい、久しぶりにカメラ回してます。現在の時刻は14時31分で、スタートしてから5時間10分ぐらいが経過しました。ですね、ここで、嬉しいお知らせ2つと悲しいお知らせ1つあります。まず嬉しいお知らせとしては、雨がですね、止んだっぽいです。はい。さっきまでずっとし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 と降ってたんですけど、今は、たまにポツポツきますけど、ほとんど上がってます。ただ相変わらずものすごくガスってますけど。で、もう一つ嬉しいお知らせは、さっきまですごい急登続きでめちゃめちゃ大変だったんですけど、あと、山荘まで残り1時間切ったところで、ようやく登山道が少し、上りが穏やかになってきました。いやよかった。そしてですね、悲しいお知らせは
カメラをですねしまってザックに黙々と登りますって言ったと思うんですけど、その時に三脚を置き忘れてきてしまいました。着替えるために一回ねそこに三脚を置いて、着替えて支度して、でザックの脇に刺すようにしてたんですけど、刺さずに三脚置きっぱなしで来てしまいました。途中で気がついたんですけど、もう取りに戻ると多分、戻るだけで1時間かかってものすごいねロスになっちゃうんで、なくてもね別に登山の安全とかには関係ないんで、もう思い切って、置き去りにしてきました。ただね明日、もしですねこの天気が回復しなかったらもうピストンで、明日は戻ってで帰り際に、探してみようと思いますし、もし天気明日回復して、縦走できたら中道っていうコースで降りて、で一旦車まで戻って荷物を軽くしてからまたちょっと戻って、探しに行きたいというふうに思ってます。ただちょっとガスの向こうになんかオベリスクじゃないんでしょうけど、なんかとんがったものが見えてきました。そしてここもなんかねちょっと面白い感じの場所になってきてます。沢の中を歩くルートになってます。そしてあそこにちょこんととんがったものが見えてます。今ちょっと人の話し声が聞こえてきたので、山荘近いと思います。着いた。着いた。しかも日差しが出てきた。こちらに住所とお名前のご記入をお願いいたします。上の段です。このまま飲めますので、はい、使ってください。はい、あとこっちの黒い建物が、はい、トイレです。さて、空いてるって言ってるな多分。なんで2台来ると家と車めっちゃいい。それめっちゃいいでしょね。あとめっちゃいいのが家とか硬い床のところに置いて腰とかに当てながらずっとこうやってそれ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。
あれはあのさそれとあと氷結の1本と、はい、じゃあ4100円。あと栗のところに冷えてるやつありますね。はい、皮を持っております。はい。それで4500円。はい。ラーメン、あ、そういうことか。そしたらあれだよ、ラーメン作るじゃん。そしたらトーストで。おはようございます。現在3時半です。今から朝ごはん食べて撤収して静岡岳登りに行きたいと思います。
はい、改めましておはようございます。現在の時刻は5時18分です。予定よりまた20分近く押して2日目の登山をスタートしました。今日は、鳳凰三山の一番多分有名な、オベリスクっていうとんがったですね、岩が山頂にある、地蔵ヶ岳という山にこれから登っていきたいと思います。で、今泊まっていた鳳凰小屋のテント場からは、標準コースタイムが約1時間ということです。多分自分のことなんでもうちょっとかかると思うんですけど、ここからもね頂上まで結構急登続きらしいので、ゆっくりと行きたいと思います。そして今日は天気は今のところ曇りです。昨日夜は綺麗な星が、出ている時間帯も結構ありましたけど、今のところ結構曇ってます。なので一旦山頂に着いて天気がもっとね良くなれば、鳳凰三山、縦走していきたいと思いますけど、で最終的には薬師ヶ岳というところまで行って、そこから中道という道で下っていきたいと思います。ただあんまり天気が良くなければ、地蔵ヶ岳まで登って、もしかしたらそこでピストンで、同じルートで、戻ってくるかもしれないです。それは山頂行ってから決めたいと思います。はい、ということで今日も張り切っていきたいと思います。今日がね登山のメインって言えばメインなので、楽しんでいきたいと思います。登山スタートして、10分ぐらい経ちましたけど、今ねいきなり急登が続いてましたけど、今少し緩やかな斜面になってて、だいぶ周りの景色が見えるようになってきました。向こうになんかの岩が見えるので、あの辺がもしかしたら地蔵ヶ岳かもしれないです。そしてあの辺が中層路かな、ちょっとまだよくわからないですけど、しばらくちょっと緩やかな斜面で、最後また急登なのかな。はい、天気がね回復してくれると嬉しいんですけど、まあ昨日みたいに雨が降ってないだけでだいぶマシですけど。ちなみに現在の気温は14度ぐらいですね。昨日一晩中12、13度でしたけど、夜が明けてもそんなに気温は上がらない感じです。今のところ。ただ登山するにはですねちょうどいいですね。今上は半袖1枚で歩いてますけどちょうどいいです。で下は昨日は暑いと思ったんで短パンで登りましたけど、結果雨降られましたけど、今日は稜線出たら風が吹いてるだろうと思ったので薄手の長ズボンに履き替えてます。そして急に景色が変わりました。砂場ですね。完全に砂場の道を歩いてます。おそらくこのままこんな感じの道が頂上まで続くんじゃないかと思います。ちょっと面白いですねこれ。こんな雰囲気の、山道は初めてです。今正面ばっか見てたんですけど、振り返ったらすごいいい景色です。
ついにオベリスクが見えてきました。多分これですよね。肉眼で見ると意外と近いです。あとちょっとです。お地蔵さんが見えてきました。ここが山頂なんですかね。とりあえずここまで無事に登ってこれました。ありがとうございます。ちょっと後で誰かに聞いてみよう。そこに何か書いてあるな。ここにもお地蔵さんがいます。もう看板が文字が消えちゃって何も見えないですね。登ってるな、みんな。ここまで来たら登った方がいいのかな。特にこの辺山頂の目印はないので、多分さっきのところが山頂だと思います。で、今日はですね、ちょっと重曹は景色が眺められそうにないので諦めようかなとちょっと思ってます。最後オベリスクに登れるところまで登ってこようと思います。オベリスクだいぶ登ってきました。もうそこですけど、どこまで行けんだろう。一旦下ってそこをよじ登ってきました。つわものはこの岩をよじ登って本当に一番上まで行くみたいですけど、自分はここは限界ですね。じゃあこの後は一旦荷物をピックアップして、あそこのピークまで一旦行ってみようかな。はい、じゃあ今ね、地蔵ヶ岳のオベリスク途中まで登ってきましたので、まあまあスリリングで面白かったです。ぜひチャレンジしてみてください。そんなにね難易度は高くないと思います。てっぺんまで行かなければ。じゃあ今度は、すぐ目の前にあるですね、赤抜沢の頭っていうのかな、ちょっととりあえずそこまで行っていきたいと思います。近いんで。そこから先はまた、あそこ着いた時に考えたいと思います。はい、赤抜沢の頭に行く途中なんですけど、ここにものすごいおびただしい数の小さいお地蔵さんがたくさん並んでます。これがあれですね、賽の河原だったかなっていうところですね。面白い。そしてこの辺はなんか本当にちょっとしたビーチみたいな感じで、白い砂浜みたいな感じの一角になってます。なんかね、ガスがさっき結構上がってきたんですけど、今また下がってきて、山の天気なんでちょっと読めないんですけどね、どうしようかなって感じです。はい、とりあえず登っていきたいと思います。あれが頂上ですかね。おお、すごい。オベリスクがめちゃめちゃよく見えてます。かっこいい。これはかっこいいな。
すごい。今ちょっとねドローン飛ばしてたんですけど、ドローンから重曹路の観音岳、その先の薬師岳、方面がよく見えていて、富士山もよく見えていて、このまま天気が、回復しないまでもですね、今の天気が続けば結構気持ちよさそうだなと思ったので、当初の予定通り行けるとこまでちょっと縦走してみたいと思います。ということで今地蔵ヶ岳から観音岳に向かって歩いているところです。はい、ちょっと今ねゆっくりしすぎたので、テンポよく歩いていきたいと思いますけど、なかなか気持ちのいい縦走路だと思うので、景色楽しみながら歩いていきたいと思います。いや、南アルプスの山がちょっと雲かかっちゃってますけど、多分この先があれ北岳なんでしょうね。後でちょっとゆっくり見てみたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。気持ちよくなってきたっていうか楽しくなってきた。よし、はい、正面に見えているのが観音岳ですね。一旦結構下って、また登り返すという感じです。そしても観音岳の向こう側に薬師岳があるという感じですけど、ちょうど富士山もですねこの観音岳の向こう側なので、観音岳頂上に登ったらですね、富士山がすごくよく見えてると思いますんで、ガスで隠れる前に登り切りたいと思います。面白いですね。この山域もこの白い花崗岩がたくさんあって、オベリスクもそうなんですけど、どことなくですね同じ花崗岩でできている燕岳と雰囲気はよく似ています。そういえば燕岳もねこういう下が白っぽい砂地のルートだったので面白いですね。似たような山なんですね。なんかここに盆栽みたいな面白い形をした木がありました。緑の葉っぱをつけてるので枯れてはいないみたいですね。すごい面白いなこれ。ここもすごい真っ白。
ほんとつば九郎岳みたい。地蔵ヶ岳10分って本当か。北岳方面も青空が見えてきました。ちょうど観音岳の中腹ぐらいまで登ってきました。もうちょっとですね。あれが山頂だと思います。あと20分30分ぐらいかな。はい、頑張ってきます。正面に富士山が見えてきました。今日肉眼で見る初めての富士山です。すごい綺麗。くっきりと見えてます。観音岳山頂に到着です。あれですね。よいしょ。やりました。観音岳。ちょっとこの岩の上まで登れそうなので登ってみます。登ってきたら三角点がありました。ここが本当の真の観音岳山頂ですね。看板がある。かわいい。手作り。2841メートルですね。やりました。観音岳山頂からの景色です。最高ですね、本当に。去年登ったんですよ、クロスで。最高、今雲かかってる。気持ちいいな、これ。富士山もバッチリです。気持ちいい。それではね、観音岳山頂からの景色、十分堪能できましたので、最後宝山山最後の、薬師岳目指したいと思います。もうあとはそんなに登りがないのでそこまで大変じゃないと思います。気持ちよさそうな重走路を歩いて、で薬師岳着いたらそこから中道っていうコースを使って下山したいと思います。いやー、本当に地蔵ヶ岳で重走を諦めずにここまで来てよかったです。本当に天気わかんないですね。素晴らしい。本当素晴らしい。よし、じゃあ向かいます。今ね、右側に南アルプスの主脈を見ながら絶景の重走路を歩いてます。ちょうど北岳のところにね、雲かかっちゃってるけど十分綺麗だと思います。すごいな。はい、来ました。どれだ。宝山薬師岳
到着しました。ちょっと三角点が見当たらないので、ここで一応記念撮影しておきたいと思います。はい、宝山山制覇です。やりました。よし、じゃあこの後はちょっとお昼ご飯食べて、少し休憩したら下山したいと思います。ちょっとねガスが出てきた感じもしますね。はい、ちょっとじゃあ風が当たらないところで、昼ご飯にしたいと思います。ちょっとねお昼ご飯食べる前にそこにもちょっとしたピークがいけそうなので、先にそっち行ってみたいと思います。はい、でこれが、下山コースですね。中道、青木にもこっちから行けるみたいです。あ、これはいけるのか。いけないのか。いけなさそう。あ、いけないんですね。ここに立ち入り禁止のロープがあるから戻りますか。結局もう下山方向にちょっとだけ歩いてきてますけど、ここにもちょっと見晴らしのいい場所があったので、ここでお昼ご飯にしたいと思います。風もそんなにないのでここに座って、はい、お昼ご飯にしたいと思います。はい、それじゃあお昼ご飯食べ終わったので、下山していきたいと思います。ちょうどね下山に合わせてガスが上がってきたので良かったかなと思います。ただ向こう側まだ大空見えてるんで、宝山山の方、まだまだの景色いいんじゃないかと思います。こっちは多分ガスの中を下っていくような感じになると思います。すごい大きい岩が現れました。下山開始してから延々と樹林帯を下ってますけれども、まだ標高2100メーターぐらいです。ようやく急登を抜けてほっと一息っていう感じです。この先また急登はあるんでしょうか。もう膝が結構ガクガクなんで、これくらいの登山道で勘弁してほしいと思うんですけど、もうすでに気分的には嫌になるぐらい下ってきてるんですけど、まだもうちょっとありますね。ようやく聞こえますかね、沢の音が谷の方から聞こえてくるようになりました。上りで使ったねルートと、このルートは最終的には沢の近くを歩くことになりますので、沢の音が聞こえるってことはだいぶ降りてきたっていう証だと思います。はい、あとはこういうちょっと薄暗い樹林帯の中を歩いていく感じかもしれませんけど、最後まで気を抜かずに気をつけて下山していきたいと思います。感覚的なんですけれども、だいぶ降りてきたような気がします。というか目の前に何か建物が見えてきました。
大昭和山村部って書いてあります。大昭和、自分もバリバリ昭和生まれですけど、これくらいもう年季が入ってきてるっていうことなんですかね。まだまだ頑張りたいですけど、どうやら登山道はここでおしまいで、ここから先は林道っぽい感じになってます。よいしょ。ここまで長かった。見えた、自分の車が見えました。この林道は結局昨日車で来た時に通った道、そこに合流して、青木高専の方に戻っていくというルートでした。いや、林道長かった。お疲れ様でした。戻ってきました、無事に。これでめでたしめでたしと行きたいところなんですけれども、昨日ですね、登山登る途中で三脚を休憩中に登山道の脇に置き忘れてきちゃったので、それがまだ残ってるかどうか一応見に行っていきたいと思います。戻ってきたらですね、今回の登山のちょっと総括してみたいと思います。じゃあもう一踏ん張り行ってきます。あった、こんなに目立つ感じで置いてあったけど、誰も気づかなかったか、気づいてもスルーした感じだと思います。よかった、よいしょ。サビ出ちゃうかな。とりあえずよかったです。はい、ということで無事に下山が完了しました。というかお気づきのようにですね、今自宅にいます。下山直後ですね、本当は車の中で総括話そうと思ってたんですけれども、ちょっとあまりに疲れすぎていて、話す気になれず、今自宅まで戻ってきて、しかももう何日か経っているんですけれども、下山して、はい、改めてお伝えしようと思います。今回はですね、槍ヶ岳登頂に向けた前哨戦という意味も含めてですね、テント泊の装備を背負って、それなりの長距離を歩いてみようというのが目的の一つでした。でその目的に関してははい、うまく果たせまして、自分でも久しぶりに長距離しっかり歩いたなっていう実感があります。で宝山山自体もですね、非常に良かったです。初日登りまではですね、雨が降っていて本当にちょっと気がめいる登りだったんですけれども、宝小屋についてテントを張る頃にはですね、天気も回復してきて、だいぶ明日は期待できるかなっていう感じでした。で実際2日目の天気はですね、曇りということでピーカンに晴れたわけではないんですけれども、それでもところどころ青空が覗いたり、
見通しは結構良かったのでそうですね、鳳凰三山それぞれの山頂からの景色を堪能することはできました。というか鳳凰三山今まで登ってきた山の中でも自分の中では結構、お気に入りの山になりそうです。それぐらい稜線の、景色は良かったですね。はい、稜線歩き自体も楽しかったです。ただ一つ今回上りでどんどこ沢コース、下りで中道っていうコースを、使ったんですけれども、特にこの中道っていうコースがですね非常に長く感じました。距離的にはそこまで長くないんでしょうけど、でも短くもないですけれども、ただその距離以上に長く感じました。実際ですね景色もですね、ほぼほぼ樹林帯で、単調ではあるので、本当であれば上りで使った方が良かったのかなというふうには思いました。で、今回上りで使ったどんどこ沢はというコースはですね調べていたので知っていたんですけれども、滝が何箇所も見ることができるんですね。でその滝は結構良かったです。いろんな、趣の滝が見れて、全部ちょっと、見ては回ってないです。疲れていたので、2、3箇所はもうスキップしてテント場に行きましたけれども、でも見た滝もどれも素晴らしかったですね。雨が降っていたので水量も多くて結構迫力がある滝もありましたし、晴れていたら本当に上りにちょっと疲れてきたくらいの時に滝が現れて、そこで気持ちがリフレッシュしてみたいな、そんな感じで登っては滝を見て登っては滝を見てっていうようなコースがどんどこ沢コースでした。なのでですね、そうですね、上りで中道で単調なんですけれども、まだ上りはやる気があるじゃないですか。なので頑張って登れて、で下りで疲れてる時にどんどこ沢を使って滝を見ながら楽しみながら下るっていうのがもしかしたら良かったのかもしれないですし、あと稜線を歩いてる時に結構身軽に歩いてる人がいて、多分荷物をどっかにデポして歩いてるんですけれども、あれはきっと中道とかね、どんどこ沢どっちにしても結構長い辛いコースになっているので、鳳凰小屋の方、もしくは薬師岳小屋だったかな、両側に小屋があるので、そこに荷物をデポして稜線をピストンしてで、下るっていう、そういう計画をしている人も何人か見受けられました。自分もですね、もし次登ることがあれば、どんどこ沢で登ってで鳳凰小屋で荷物をデポしてでそこから1時間かけて、地蔵岳まで登る必要ありますけど、そこから稜線をピストンしてまたどんどこ沢で、下ってくるというようなルートで、次は歩いてみたいかなというふうにはちょっと、思いました。ただ本当にこの鳳凰三山は、登ってよかったなというふうには思ってます。で、先にお伝えした槍ヶ岳の前哨戦という意味でも非常にいいトレーニングになりました。この夏ですね、槍ヶ岳登っていきたいと思ってますので、そういった意味でも、今回の登山は、いい登山になったと思います。で最後ですね、ちょっと、三脚今その三脚使ってるんですけれども、本当に登り始めて1時間ぐらいで休憩中に三脚を置いて、カッパ着て、カメラしまってみたいなことをしたんですけれども、その時に置いた三脚をそのままにして登ってしまったんですね。で気が付いた頃にはそこからさらに1時間半後とかだったので、もうさすがにちょっと取りに帰れないなと思って、そのままもう翌日、探しに行くっていうふうに決めて登っていました。ひょっとしたらね、誰かが見つけてくれて、山荘に届けてくれるかななんて淡い期待もしていましたけれども、よくよく考えてみたら800グラムぐらいの三脚ですけれども、そんな三脚をですねわざわざ荷物、になるものをですね持って歩くなんてことはよく考えたらしないですよね。でですね、次の日1回下山して、そこからさらに往復1時間以上かけて探しに行ったんですけれども、休憩したところ
三脚を置いたまんまで発見することができました。無事におかげさまで、はい、良かったです。はい、ということで今回のね、参考は結果的には良かったなというふうに思ってます。はい、ということで、そうですね、数日遅れの総括は以上となります。はい、今回もですね動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。